皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。10月歌舞伎座初日に来ました。10月の歌舞伎座もあれば国立劇場、そして御園座もあります。楽しみですね。まずは4位から6位をお届けします。それでは10月歌舞伎座レッツゴー。今10月歌舞伎座初日が昼夜全部終わりました。昼夜通してみました。結構、体力使います。頭もフル回転させながら見ました。いやーでも充実した時間でした。まずこれからランキング発表しますけども、私のランキングはドーパミンが上がるかと、私のドーパミンが上がるかどうかという基準で、順位つけてます。気に障る方もおられるかもしれませんけども、あくまでも、ミーハーな視点でつけていることをお許しください。それでは今月全体の、特徴ですけども、ついにイヤホンガイドの英語版が始まりました。いやー良かったですね。海外からのお客さん多かったんで、心配してました。今日も海外のお客さん多かったです。楽しめるんじゃないでしょうか。そして今月特徴としてはその芝居舞台の構成力というものを結構痛切に感じました。大胆に、歌舞伎の元々の演目を再構成している文七元問もありました。それではランキングをお話します。まず第6位、第6位は天竺徳兵衛異国話の序幕です。40分ぐらいです。天竺徳兵衛と言いながら天竺徳兵衛が序幕には出てきませんでした。おーという感じですね。波切丸という刀を軸にして、それをもともとは石割源吾というものが、実は奪っていた。でもそれを持ち主である桂之助は知らなかった。で桂之助は、3本他の偽物も交えて、刀改めに出した。でそれを悪者の山名、又五郎さんですけども、山名が、また奪おうとする、蛇使いを使って、奪った。でもそれは偽物だったというような刀をめぐる話です。これはあくまでも大詰めに向けての、説明の話なんで、一幕見席で見るのは続けて見る方以外はあまりお勧めしません。さあ第5位、第5位は、これは舞踊の菊という作品です。菊之助がこれは小さい鏑の頃から、徐々に恋をしてという話です。でちょっと想定と違ったのは、菊之助が女性だけだと思ったんですけども、男の性も半分出てきました。女性3人男3人という形でした。そして女性のリーダー格は寂右衛門さん、そして、男性のリーダー格はよろず屋の金之助さんでした。いや金之助さんの時々ふふっと浮かべる笑みが良かったです。そして寂右衛門さん以外の2人の女性の菊の姓、これは虎之助さんと玉太郎さんだと思います。実は、この筋書きにも、実はこの、歌舞伎の、筋書きにも、誰が男性で誰が女性か書いてなかったんですけども、虎之助さん玉太郎さん、2人とも良かったですね。玉太郎さん結構今月活躍してます。松江さんの息子さんということだそうです。東蔵さんの孫ですね。
そして最後は、菊の花びら、黄色い真っ黄色い舞台、背景もはんなりした黄色なんですけども、真っ黄色で美しい舞台でした。はい、菊が5位でした。でこっから先がとても難しいんですけども、第4位天竺徳兵衛異国話の大詰めです。松緑さん本当に良かったです。松緑さんが本当に出てくると舞台がキューッと盛り上がります。さすがオーラがありますね。最初に天竺徳兵衛ということで、インド中国を回った徳兵衛、アイヌ模様の、着物を着て出てきます。そして桂之助に、異国話を聞かせると。で固く喋りたくないから、これお付き物を庄屋さんに聞かせる。そしてまずは、沖縄に行ったと。ソーキそばだったり海ぶどうだったり、いろんな例えが出てきました。いろいろ食べて、私の胸もちむどんどんなんていうジョークも言ってました。いやー、聞かせましたね。場内沸きました。そして何といっても自分の父親子の吉岡総監が実は世界転覆、日本転覆を狙っていて、そして腹を切るんですけども、その志を継いでガマの妖術を得る。そしてガマに乗って現れる。いやー、屋根の上で、ガマに乗ってで自分の父親の首を口からぶら下げてというダイナミックなシーンでした。さすがイリュージョン歌舞伎。ただちょっと以前は、猿之助さんの48選なんで、猿之助さんの天竺徳兵衛見たことあるんですけども、その時はもっとストーリーが天竺徳兵衛が出てくるところから始まって、スピーディーにどんどん展開してました。ちょっとそれと比べると、物語、複雑な物語をちょっと消化しきれてないなという気がしました。ということで、松緑さんのこのイリュージョンを見るという意味ではおすすめです。第4位天竺徳兵衛異国話大詰めでした。ということで4位までお伝えしました。一旦ここで、切ります。また3位から1位までは別の動画にします。私の方で、お知らせがあります。異国話ではないですけども、11月26日にスウェーデン人落語家の三遊亭好青年さんの落語会を鎌倉で主催します。英語の落語、日本語の落語、両方とも落語会ありますんで、よろしければ鎌倉までお越しください。そして12月16日から23日まで、これ大阪の池田呉服座というところの130周年企画、これは忍者のキャラクターをソフィエロさんというパフォーマンス集団にやってもらう。そして外国人落語家の好青年さん、スウェーデン人、それと福龍さん、カナダ人の2人会あります。そして女性講談師、極道南さん、南霊さんの講談の会もやります。というのもまた近々きちんと発表しますので楽しみにしてください。それではいいねや感想、皆さんの感想もぜひコメント欄にお書きください。それではまず4位から6位お伝えしました。歌舞伎座から失礼します。それではまた次の動画でお会いしましょう。